それじゃあまずは、田んぼをですね、田んぼっていうか、ニンニクの畝だったところをね、慣らして、田んぼをしなきゃいけないですよね。あとは、味作りですね。一応基本ね、不耕起にしたいんですけど、最初のここの畝壊すとこ、その辺りまでは田んぼ作りですね。そこまでは、ちょっと機械の力を借りた方がいいかなと思うので、そこだけ、やりたいと思います。機械としてはね、畑に残してある、すっごい古い、もう50年ぐらい昔の、手押しの耕運機と、あと比較的新しい管理機がね、あるんですけど、どっち使うかなっていうのはあるんですけど、耕運機だとね、どうでしょうね、小回り効かないかなという気もしますが、ちょっとね、両方とも試してみてやってみたいと思います。はい、それじゃあですね、田んぼを作る前にですね、まず境界線をちょっとはっきりさせようかなと思います。中心点にね、杭打ってますけども、そこから紐でね、こう、伸ばしてやって、で、スコップですね、スコップにくりつけて、長さは固定なので、これずーっとね、掘っていけば、円形になると。ほぼ円形になるということですね。はい。で、形をはっきりさせた上で、機械でやるなり、どうするなりっていうのをやっていきたいと思います。こういう感じですね。だいたいこれ長さが5メートルぐらい。測ってませんけどね。この杭が5メートルだったので、5メートルでね、立ててますんで、大体5メートルぐらいです。はい。で、この円形の田んぼなんですけど、これは前回説明したように、スマート農業でね、私がやろうとしているスマート農業に都合がいいからということで、円形にするんですけど、全く偶然ではあるんですけど、実際にあるんですね、こういう円形の田んぼっていうのが。飛騨高山ですね、高山市ですね。あちらの方で、車田というのがあるそうですね。車の車輪みたいにね、丸いということで、車田というらしいんですけど、それはね、神様に奉納するようなね、神聖な米作り中らしいんですけども、で、それはですね、円形なのでね、田植えとか田舎にもね、こう、作業の人が、する人がね、こう、ぐるぐるこう、回りながら作業するというのね、方式なんですけども、手作業でやるときにそれがいいか悪いかっていうのはちょっとね、わからないんですけどね。そういうのがあるっていうことですね。機械使った場合でも、多分円形の方がね、都合がいいと思うんですよね。耕運機とかね、田植え機とか使うときにね、あと入れ替え機もそうですけど、何がね、めんどくさいかっていうと、
ああいうとこなんですよね。端っこ。端っこがね、どうしても稲刈り機だったら、仮の格子とかね、あったりします。で、しょうがないから後で手で買ったりとかね、するんですけど、まあそういうところがね、作業効率を落としているっていうのはあると思います。円形であれば、もう角なんてないですから、ガーッとね、やればいいけどですね。刈り残しなし。まあもちろん円以外のところは作れないですから、工作面積としてはね、減ると思うんですけども、あと作業効率はいいですよね。で、ここまで単純化すると、自動化もできますよね。例えばね、中心点に光を出すものを置いといてですね、まあ、光じゃなくてもいいですね。なんか反射するものでもいいですね。置いといて、で、機械側に、光出して戻ってくる。距離分かりますからね。で、その距離見ながら、どれぐらいの距離でこう走らせるっていうのを自動化すれば、簡単に自動化できますよね。今の農機の自動化っていうのは、GPS 使ったりとかね、しかも普通の GPS じゃダメなので、まあ、導きとか、外部に補助的なね、装置を置いて、GPS と一緒に数センチ単位の精度はしてるんですけども、まあ、そんなことしなくてもね、非常に簡単な仕組みで、すごいいい精度を得ることもできるわけですよね。で、まあね、さっきも言ったんですけど、まあ確かに工作面積は減るんですけども、まあ見ての通りね、工作放棄地いっぱいありますから、多少無駄になってもね、工作しておいた方が草も生えないですし、工作放棄地にするぐらいだったら、多少効率悪くても植えとくといった方がね、メリットあるわけです。さらに自動化できるんであれば、簡単な、そんなコストかけなくて自動化できるんだったらですよ。ほっとけばいいわけですから。本機とかね、稲刈り機と持ってきて、ポチッとボタンを押して放置しておけば終わってるぐらいのね、話になってればですよ。農作業はそんなに厳しくないはず。結局は手作業でやるのが多いから大変なんですよね。で、自動化しようと思ったら今度はお金がかかると。まあそういったジレンマがあるんですけど、そこをね、コストをかけないで自動化するっていう手法があれば、農業はもっと楽になる。っていうのがね、私の考え方です。スコップを入れて、円形の一応ね、境界線をね、はっきりさせました。次はですね、この境界線に沿ってね、耕すっていうか、まだ耕すというよりはね、畝と畝間がね、残っているので、鳴らさないとね、ダメですね、これね。ということで、とりあえず先に管理機でやってみましょうかね。で、ちょっとね、その時に一個試したいことがあるんですよね。それがうまくいけば、もしかしたら今やったね、スコップの作業がね、不要だったってことになるかもしれませんけども、はい、ちょっとやってみましょうか。はい、先ほどね、やってみたいことっていうのがあると言ってましたが、準備してみました。これがね、管理機なんですけど、畑とかね、そういったものをやるときに使うんですけど、さっきもちょっとね、作業中に話をしたんですが、中心点からの距離が分かれば自動化できるんじゃないかって話をしましたよね。はい。で、それをね、物理的にもう紐でやってしまおうっていうのがね、ちょっとアイデアです。このようにですね、管理機の、先頭のところにね、紐をくっつけて、中心点に杭をね、立てて、そこに紐でね、くくりつけていると。紐で固定しているということになります。これで、この距離ですね、もう制約されてしまうので、管理機はこの距離でしか動けないということになります。まあ、管理機はちょっと無理なんですけど、極端な話をすれば、手を離しておいても勝手にやってくれるということですね。これはですね、実は私のアイデアじゃなくて、ネット上でですね、ちょっと動画見ましてね、芝刈り機に紐をつけてですね、で、どっかに固定しておいて、で、自動的に走らせると、ぐるぐるね、庭を回って、で、紐がね、そのセンターの杭にね、こう巻きつくんで、だんだん短くなるんですよね。半径方向も自動的に短くなっていくというような感じでね、ほぼほぼ自動で、庭の芝を刈るという動画を見たんですけども、これすごいなと思って。で、これ最初はね、
草刈りに使えないかなと思ったんですよね。やるタイミングがなくてやってないんですけど、管理機でも使えるんじゃないかなと思ってね、ちょっとやってみます。といってもね、かなり強引に結びつけてますんで、うまくいくかどうかわかりませんけども、これやってみたいと思います。で、こういうのがうまく動くようだったらね、徐々にね、こう回るたびに、例えば20センチぐらいこう中心点にこう寄り近寄るっていうのがね、そういう杭を置いとけば、まさにもう自動ですよね。全部やってくれるということになります。はい。そこまでできるかどうかはありませんけども、実験ということでね、やってみたいと思います。はい、ちゃんと、紐の制約を受けてね、人間が回さなくてもね、こう方向転換しなくても曲がってくれますね。はい。なので、できるっちゃできるかなって感じですね。ただね、管理機なんで、あんまり、耕すとこまでいかないかなって感じですかね。はい。でもね、この方式できそうだなっていう気がしました。ちょっとしばらくやってみて、で、本来の目的であるね、こう土をこう掘り起こすっていうのができない、ちょっと難しいんだったら、ちょっと耕運機持ってきます。はい。今あったね、実験は、紐でね、進行方向制約をかけるということで、自動化のね、第一歩って感じのことですね。はい、管理機で、耕しました。だいぶ畝がなくなったと思うんですよね。最初ね、紐付きでやったんですけど、方向は全然制御しなくても、勝手に行きたいところに向いてくれるって感じだったんですけど、紐を外してですね、もうランダムにね、耕したらですね、ものすごい暴れ馬っていうんですかね、手がつけられない感じでしたね、最初はね。でだんだん、耕したらね、制御しやすくなったんですけども、やっぱり紐ついてると楽ですね。ずっと紐つけてぐるぐる回すっていう方式ができるんだったらね、やっぱりね、楽だなと思います。楽だし、自動的に全部、ずっとこう渦巻き状に耕していくっていうのもできるんじゃないかっていうね、気がします。はい。次はね、あれですね、あぜ作り。あれ作りをね、ちょっとどうするかって、これも悩みどころなんですけど、これはね、ちょっと試行錯誤する感じになると思います。円の円周に沿って、ちょっととりあえず竹を置いてね、この間にこう土を埋める感じでいったらどうかなと思っています。はい。で、土はこの中ですね。中の土を持ってこようかなと。やっぱ水入れますからね、レベルが低い方が水漏れなくていいですからね。といってもあまり掘りすぎると土がなくなっちゃうんで、その加減は難しいんですけど、とりあえずね、表面を、慣らしつつですね、慣らしつつ、レベルを、一定にしつつ、ちょっとね、余ったような土を、全とこ持ってくるという感じにしようかなと思ってます。はい、こんな感じでね、ちょっとやってみます。はい。田んぼ作りね、2日目です。昨日はですね、管理機で、この円形のね、水田、ちょっと円形って言ってるとめんどくさいんで、車田と言いましょうか。この車田の中を耕してですね、あぜをですね、
半分ぐらい作りましたかね。はい。とは言っても、まあ、ちょっとね、まだ仮という感じです。はい。こんな感じで、竹で枠を作ってね、そこに土をどんどん入れていったって感じなので、まあ、穴もいっぱいあるし、まあ、多分水入れると抜けちゃうんでしょうけど、抜けるうちかね、水が燃えたりするんだと思うんですけど、まあ、それはね、また後でやるとして、でちょっとまあ、悩んでるのがね、これですね。これ昔ね、水田やってた頃にですね、まあ、水がね、漏れたりしないように、あぜんとこにね、やったりするものらしいんですよね。はい。で、これがね、見つかったので、まあ、引っ張り出してきて、ここの水田分ぐらいはね、数がありそうなんですね。これですね。まあ、ちょっとね、洗って乾かしますけどね。これたくさんあるので、まあ、これを使うかどうかというところですかね。はい。ちょっとこれ、2枚ほどやってみたんですけど、結構労力大変なんで、2枚やってね、ちょっとどうしようかななんてね、ちょっと今悩んでるところです。はい。まあ、水が漏れるようだったらちょっと使うかもしれませんね。まあ、2枚ぐらいでやってみて。で、効果があるんだったら考えようかな、みたいな感じですか。で、あともう一個やったのが、こちらですね。ここはですね、井戸がありまして、井戸から水を汲み上げて、昔みたいに全部やるんだったら、ここをね、水をバーって流して、で、一面水田するという感じなんですけども、まあ、今回はね、車出しましたんでね、ここの中だけ水を入れるってことで、このホースを使って、とりあえず水が出るかどうかだけ、ね、ちょっと確認しました。問題なく出てましたんで、味ができたら、水をね、溜めてみようかなと。で、水を入れればね、どこが出っ張ってるとか、へこんでるとかってわかりますんでね。で、それ見て、鳴らすという感じなんですけども。それ以前にまず全部ね、味作って水が漏れないようにしなきゃいけないですから。ということで、また今日もね、味作りということをやります。まあ、一通りぐるーっとね、味を作りました。まあ、ちょっと高さが足りなかったり、多分穴が開いてたりするんでしょうけど、その辺は後で直すとして、とりあえず水を入れて、ボコボコですね。そこを鳴らすようなとこね、したいと思います。まあ、だいぶ、デコボコなくなったとは思うんですけどね。見ただけじゃわかんないので、水を入れると、これはっきりしますんでね。で、水入れて、表面がちょうど浸かるぐらいにしてね。で、パテるところは鳴らして、で、深いところはちょっとね、土入れてって感じで。で、そこで水が漏れてるところがあったら、止めるって感じですかね。はい。こんな感じでいきます。ちょっと水に入れます。はい。電源入れましたんで、井戸が、ポンプがね、稼働し始めました。あ、水が出ましたね。まあ、しばらくね、かかると思うんですけど、ちょっと様子見ていきましょうか。ここはですね、まあ、さっきも言ったんですけど、井戸でね、やってます。全体やるときは井戸だけじゃちょっと足りないので、他のシリーズでね、ちょっと話したことありますけども、上流の方ですね、神の方にですね、包みがありましてね、包みっていうのは要は、ため池なんですけど、でそこに溜めた水を、その田植えの時にですね、引き込むってことをするんですよね。昔やってました。ため池だとね、食用ガエルのね、オタマジャクシがいっぱい住んでて、水を入れるとドシャーっとすごいでかいオタマジャクシが田んぼを流れ込んでくるみたいなね、ことがありましたけども、今はちょっと水が入ってないんでね、ため池には。そんなことになりませんけども。まあでもそれもそのうちため池もね、復活させようかななんて、まあ、思ってますんで、まあそれはその時にね、お話したいと思います。はい、ですね、一晩、水を入れっぱなしにしておいたんですけど、こんな感じになってますね。そうですね。まあ多少、ね、高低差はあるみたいですけど、まあまあね、水全部入ってますし、大丈夫かなという感じがしますね。
下見るとやっぱりね、ちょっと漏れてますね、やっぱりね。染み出してる感じ。ダーダー漏れではないですけど、ここなんか結構すごいですね。ちょっとね、これは、あぜ塗りとかね、しないといけないですかね。あぜもちょっとね、細いですから、もうちょっと太くして、水が漏れて悪いってことではないんですけど、水が漏れてるとね、水が深くならないですし、ずっと田んぼに水を入れ続けないといけないことになるので、ここは井戸なのでね、誰かの迷惑になるわけじゃないので、ずっと入れててもいいんですけど、電気代ぐらいしかかかりませんけど、そうは言ってもね、やっぱり、もったいないですからね。風を補強して、水漏れがあんまりないようにするということをね、やりたいと思います。はい、じゃあね、ここにあるように、植える苗をですね、ちょっとね、田んぼの中に、つけてます。これだけもらってきましたんでね、これで、この田んぼ全部できるのか、それとも余るのか、ちょっと勝手がわからないので、なんとも言いませんけども、植え方はですね、一本苗で、植えます。田植えとか動画とか見るとですね、何本かね、まとめて植えてるのが多いと思うんですけど、一本でもね、全然大丈夫だっていうし、一本の方がかえって強くなるって話もあるので、こういった場合はね、一本の方がいいんじゃないかっていうね、話です。なので、一本でやります。それから、あと、苗のね、間の間隔もですね、ちょっと広めにしようかなと思ってますんでね。それでどれぐらい植えられるのかということになると思いますね。で、田植えは、もうちょっと後ですね。さっき言ったあぜをもうちょっとね、補強するのと、あぜ塗りして、あと、管理機でもう一回ちょっとね、こう、ガーッとかき混ぜてやりたいですね。あの辺まだちょっとね、高低差があるっていうかね、ある程度均一に水の深さがあるっていうふうにしときたいですよね。ちなみになんでこれ水入れるかっていう話なんですけど、田んぼって水いつも入ってますけど、最近はね、水入れないっていう田んぼもありますよね。もともとなんで水入れるかって話なんですけど、連作ね、障害とかっていうのもあったりしますけども、基本的には、雑草が生えなくするためですよね。水を入れとくと、要はこの周りがあるような、この辺のあるような、雑草が生えなくなってくると。別の雑草が生えますけども、少なくともこういう感じにはならないということです。制御しやすいっていう感じですかね。そういうのがあってね、水を入れて、で、かき混ぜてね、種とかをね、発芽しないようにして、で、その隙に田植えをして、苗の方を雑草よりも早く、伸ばすということをするわけです。はい。なので、管理機でガーッと耕して、田んぼが完成したら田植えするという感じですかね。はい。